古代中国に体を失った怪物がいた。頭だけが残り、首から下の体はない。その姿には貪欲の果てに自分自身を害したという恐ろしい説明が与えられました。東鉄。3000年前、殷や周の時代に鋳造された祭祀用の青銅器。その表面にはある顔が繰り返し刻まれていました。大きく見開かれた目、左右対称の角、裂けた口、そして首から下の体がない。この顔は何を意味していたのか、なぜ顔だけが残ったのか。今回は司教の一体として最も有名な怪物、東鉄の正体をたどります。前回紹介した法鏡を覚えているでしょうか。仙外鏡の北山鏡に記された獣です。人の顔に羊の体、目は顔になく脇の下にある。虎の歯に人の爪、赤ん坊のような声で鳴き人を食う。4世紀の学者角博はこの法鏡に注釈をつけました。物に鈍乱にして人を喰らいて尽きず、帰りてその身を害す。象はかの家内にあり、左伝の言うところの東鉄これなり。貪欲で人を食い尽くしてもなお満たされず、最後は自分の身を害する。その像はかの家内に刻まれている。左伝の言う東鉄とはこの獣のことだ。つまり角博は法鏡古い青銅器の図像、そして左伝の東鉄と結びつけたのです。ただしこれは4世紀の角博による解釈です。仙外鏡そのものには法鏡イコール東鉄とは書かれていません。それどころか仙外鏡の中に東鉄という名の獣は一度も登場しません。東鉄とは何だったのか、その答えを探すには仙外鏡ではなく別の場所に目を向ける必要があります。東鉄の名が現存文献で知られる早い例は紀元前の歴史書春秋左史伝、通称左伝です。左伝文公18年の条にこう記されています。新雲氏に負債の子あり、飲食をむさぼり河合を犯す。天下の民これを三教に比し、いいて東鉄となす。新雲氏という古代の氏族に一人の負債の子がいた。食い物をむさぼり財貨に執着し、欲望は際限を知らない。人々はこの男をすでに名の知られていた三教の悪人、混沌、九鬼、東骨と並べて東鉄と呼んだ。ここでの東鉄は怪物ではありません。貪欲な人間につけられたあだ名です。第2回で紹介した九鬼もこの司教の一体でした。司教はいずれも古代の帝王や士族に連なる負債の子として語られます。つまり元は怪物というより人間社会の悪徳に名を与えた存在でした。東鉄はその中で貪欲を担当する役でした。現存文献の上では東鉄はまず貪欲な人間への呼称として現れ、怪物の姿は後世にその名に重ねられていくことになります。人間の東鉄が怪物の東鉄に変わっていく。その最初の痕跡は呂氏春秋に現れます。紀元前3世紀、秦の呂不韋が編纂させたこの書物にこう記されています。周の家内に東鉄を表す。首ありてみなし、人を喰らいてまだ飲まず、身に害及ぶ。ここに方向をもってするなり。周代の青銅器には東鉄が刻まれている。頭はあるが体がない。人を喰らおうとしたその害が自分自身に返ってくる。これは因果応報を示すためである。呂氏春秋はこの姿を因果応報の象徴として説明しています。頭だけがあり体がない東鉄は貪欲の果てに自らを損なう存在として語られたのです。ところが後世の人々の中でこの記述は別の物語へと読み替えられていきます。人を喰らってまだ飲み込めないうちに害がその身に及ぶ。ここを文字通り突き詰めていくとこうなります。貪欲に喰らい続けた結果、ついには自分の体まで食い尽くしてしまった。だから青銅器の東鉄には顔だけがあって体がない。これは呂氏春秋本文にそう書かれているわけではありません。しかし青銅器の首ありてみなしの姿と
貪欲な怪物のイメージが結びつく中で、自分を食った怪物という強烈な物語が生まれ定着していきました。ここで初めて当鉄は単なる悪人の比喩ではなくなります。欲望そのものが牙を持ち、顔だけの怪物へ変わっていきました。さらに後世の類書や注釈では、当鉄は牛、あるいは羊のような体に人の顔を持ち、目は脇の下にあり、人を食う怪物として語られることがあります。これは仙外教の法教と非常によく似た姿です。ただし、法教そのものが仙外教本文で当鉄と呼ばれているわけではありません。後世の注釈や伝承の中で両者は重ねられていきました。こうして左伝の貪欲な人間、呂春秋が因果応報の象徴として記し、後世が自分を食った怪物と読み替えた当鉄。仙外教の法教、そして後世の類書や注釈が描く牛神、陽神人面の獣。別々の文献に書かれていた別々の存在が時代を超えて当鉄という一つの名前に重ねられていきました。現代中国語では今もタオティエという語が生きています。タオティエシェンエンといえば豪華な食事会のこと。3000年を経て貪欲の怪物は食欲の代名詞になりました。ここからがこの動画の核心です。殷と周の時代、紀元前16世紀から前8世紀にかけて、中国では数千の青銅器が鋳造されました。祭祀に使われたかなえ、酒器、供物の器、その多くに同じ顔が刻まれています。正面を向いた獣の顔、大きく見開かれた目、左右対称の角、耳、鼻、裂けた口に並ぶ牙、そして首から下の体がない、あるいは非常に小さい。美術史や考古学では、この種の十面門を後世の呼び名で当鉄門と呼ぶことがあります。ですが、ここで重要な事実があります。当鉄門という名称は、殷州の人々がつけたものではありません。この名前が定着したのは、宋代、紀元後11世紀以降です。宋代の学者、呂大林が編んだ考古図に、青銅器の十面門を呂春秋の記述と結びつけ、当鉄の形と呼ぶ記述があります。それが広まり現代まで当鉄門という名前で引き継がれました。つまり、殷州の人々がこの顔を何と呼んでいたのか、何を意味させていたのか、本当は誰にもわかりません。3000年前に刻まれた正体不明の顔、それが後世の人々によって当鉄と名付けられた。本当にあの顔が貪欲な怪物を表していたのか、それさえも確かな証拠はありません。では3000年前の人々は何のためにこの顔を器に刻んだのか。研究者の間でも説は分かれています。ある説では祭祀用の器に神聖さと威厳を与えるためだったとされます。別の説では悪霊を払うための呪術的な図像だったとも。また王権の象徴として見る者に畏怖を与えるためだったとも言われています。第3回で話した仮説を覚えているでしょうか。人面の獣の恐怖はそれがこちらを見つめ返してくる感覚にあるという仮説です。青銅器の十面門は多くの場合正面を向いた十面として表されます。左右対称の目が器を手にするものを見つめ返すように見える。供物を盛る器、酒を注ぐ器、祖先や神霊に捧げるための器。祭祀のために人々はその表面に刻まれた大きな目と向き合った。器を持つたびにあの顔がこちらを見る。酒を注ぐたびに目が合う。3000年前の人々は捧げることそのものを見張られていたのかもしれません。貪欲すぎて自分を食ったとされる怪物。出来損ないの貪欲な人間。あるいは祭祀の器に宿った何か。当鉄の正体は今も定まっていません。ただ、あの顔だけは3000年前から変わらずそこにある。こちらを見つめ続けています。当鉄は今も形を変えながら生き続けています。日本では江戸時代の妖怪絵師鳥山石燕が中国の怪物を数多く取り上げました。しかし確認できる範囲では当鉄が独立した妖怪として日本で強く定着した形跡は見つけることができません。九尾の狐が賜物前に、九鬼がかまいたちになったような強い変身の物語は当鉄にはあまり残されませんでした。当鉄は中国の青銅器の文様として伝わり、
そのままの形でとどまったのです。その代わり東鉄は現代の映像の中で姿を現しました。2016年の映画グレートウォールでは、東鉄は万里の長城に迫る群れの怪物として描かれています。青銅器から抜け出した顔が現代のスクリーンの中で牙を剥く。3000年前に器に刻まれた顔は国境や時代を超えて今も想像の中で生き続けています。東鉄とは何だったのか。サデンでは貪欲な人間の比喩でした。呂氏春秋では青銅器に刻まれた因果応報を語る図像でした。後世が読み替えた物語の中では自分を食い尽くしたとされる怪物でした。後世の類書や注釈では宝鏡に近い人面獣身の怪物として語られました。そして青銅器そのものでは正体不明の正面を向いた顔でした。本来別々だった複数のものが東鉄という一つの名のもとに重ねられていった。貪欲の象徴として、誓いの警告として、異形の獣として、そして3000年前から器に刻まれ続けた顔として、どれが本当の東鉄なのかは誰にもわかりません。3000年の時間が答えを曖昧にしました。ただ一つ確かなことがあります。青銅器に刻まれたあの顔は、今も博物館のガラスケースの中からこちらを見つめ続けているということです。首から下の体はない。貪欲さゆえに自分の体まで食い尽くしたと後世は語りました。ですが顔だけは3000年の時を超えて残っています。次回はここまで4回にわたって紹介してきた書物そのものを取り上げます。仙外経とは何か、いつ、誰が、何のために書いたのか、古代中国の異形世界の正体をたどります。異形奇談、また次の夜に。